皆さん、こんにちは。Excel の正しい使い方チャンネルへようこそ。シリーズやってみようでは、お題の事例を実際に解決する手順をご紹介しています。今回のお題は、セルに入力されたパスのブックに接続するです。では、早速始めましょう。今回利用する機能は、クエリのオプションの設定で利用できない場合があるので、事前準備として、クエリのオプションを確認してください。確認手順は、まず、Excel を開いてください。新規ブックで問題ありません。データタブをクリックして、左端のデータの取得をクリックします。次に、一番下のクエリオプションをクリックしてください。クエリのオプションダイアログが表示されるので、パワークエリエディタータブをクリックして、数式バーの表示にチェックが入っていない場合は、チェックを入れてください。次に、データソースと変換のダイアログで、パラメータ化を常に許可します。の項目にチェックが入っていなければ、チェックを入れてください。確認したら、OK をクリックして、クエリのオプションダイアログを閉じて、Excel も閉じてください。この時、ブックを保存する必要はありません。以上で、クエリのオプションの確認は完了です。今回使用するサンプルブックを用意してあります。概要欄にリンクがありますので、ブックを2つダウンロードして、指定場所に配置してください。指定場所に配置できない場合は、PQ0010 ブックのセッティングシートにある、取得ブックパスを書き換えてください。今回のお題は、セルに入力されたパスのブックに接続するクエリを作成です。ただ、接続するだけでは面白くないので、今回は、セルのパスを書き換えたら、そのパスのブックに接続するようにします。普通にクエリを作ると、ブックのパスは、クエリ内にテキストとして記録されます。ですから、別のブックに接続するためには、クエリを編集する必要があります。しかし、今回の方法は、セルに入力したパスを接続に利用するので、クエリを編集することなく、クエリの接続先を変更することが可能になるわけです。実務では、すべてのユーザーがクエリを編集できるわけではないので、クエリの編集なしに接続先を変更できる便利な機能です。手順1、セルに入力されたパスデータを取得する接続専用クエリを作成。サンプルブック PQ0010 を開いてください。まずは、セルに入力されたパスデータをパワークエリーで利用するために、データの取得と変換のテーブルまたは範囲からの機能を使って、接続専用クエリを作成します。サンプルブックには、すでにテーブル化したブックパスが準備されています。このように、たった1行1列のデータでも、テーブル化することをお勧めします。では、早速、TBL パステーブルをデータソースにクエリを作りましょう。TBL パステーブル内のどこか、一つのセルを選択します。この時テーブル全体を選択する必要はありません。理由がわからない方は、Excel Basic シリーズ EB040 テーブルの基礎をご覧ください。データタブをクリックします。今回は、アクティブシートのテーブルをデータソースにクエリを作成するので、データの取得と変換グループにあるテーブルまたは範囲からをクリックします。パワークエリエディターが起動するので、クエリの設定ペインが表示されているか確認してください。表示されていない場合には、表示タブのクエリの設定をクリックして表示させてください。
次に、クエリの設定ペインのプロパティグループにある名前を TBL パスから PRM パスに変更して、エンターキーを押して確定してください。次に、すべてのプロパティをクリックしてください。クエリのプロパティダイアログが表示されます。業務を引き継ぐ人のため、いいえ自分のために、このダイアログの説明欄に、このクエリの説明を入力することをお勧めします。説明を入力したら、OK をクリックしてダイアログを閉じてください。パワークエリーでデータに接続し、パワークエリーエディターが起動すると、画面の適用したステップのように、ソースと変更された型というステップが追加されるのがデフォルトです。ステップ、ソースをマウスで選択すると、数式バーに、現在のワークブックの TBL パスという名前のコンテントと記述されています。そうです。皆さんが、Excel でソースを指定した操作が、M 言語でそのまま記述されているのです。ですから、数式バーで、テーブルの名前の部分を、他のテーブルの名前に変更すれば、接続するテーブルを変更することも可能です。次に、ステップ、変更された型をマウスで選択すると、数式バーには、取得ブックパス列のデータ型をテキスト型に設定と記述されています。これは、皆さんが実行したものではありません。これは、クエリのオプションで設定されているデフォルト値による自動追加です。クエリのオプションを変更することも可能ですが、列の型を指定することは大変大切なことなので、クエリのオプションはこのままにして、このタイミングで列の型の指定が不要なら、変更された型のステップの先頭にある×をクリックしてステップを削除することをお勧めします。今回はこのままステップを残しますので、ここでの操作は不要です。ここまでの操作がテーブルのデータソースに接続するクエリを作成する操作になります。つまり、ここまでが接続フェーズということです。さて、ここからは変換フェーズです。データソースから取得したデータを利用目的に応じたデータに変換するのが、このフェーズの目的です。それでは、次の変換ステップを追加しましょう。ちょっと、待ってください。大切なお知らせがあります。次のステップを追加するときには、基本的に適用したステップの最後のステップを選択した状態で行います。今回の場合は、変更された型のステップを選択した状態にしてください。すると、プレビューウィンドウには、取得したテーブルが表示され、列の型アイコンが ABC と表示され、テキストに設定されていることが確認できます。パスが表示されたセルを選択して、右クリックしてください。コンテキストメニューが表示されるので、メニューからドリルダウンをクリックしてください。ドリルダウンを実行すると、クエリの結果から見出し部分をなくして、データのみにすることができます。つまり、このクエリの結果は、通常のテーブルではなく、このデータそのものということです。ですから、他のクエリのステップの中で、このクエリの結果をパラメータ的に利用できるわけです。今回は以上で、変換フェーズは完了なので、このクエリを接続専用クエリとしてブックに保存したいと思います。ホームタブをクリックして、閉じて読み込むの文字の部分をクリックします。表示されるメニューの閉じて、次に読み込むをクリックしてください。データのインポートダイアログが表示されるので、接続の作成のみをクリックして選択してください。
選択したら OK をクリックして、クエリをブックに接続専用クエリとして保存します。Excel のクエリと接続ペインに、保存した接続専用クエリ PRM パスが確認できれば完了です。これで、セルのパスデータを取得するクエリは完成ですが、せっかくなので、このクエリをグループに移動してみましょう。今作ったクエリをパラメータグループを作って移動したいと思います。クエリと接続ペインで PRM パスクエリを右クリックします。表示されるコンテキストメニューからグループへ移動をクリックしてください。次にグループの作成をクリックします。グループの作成ダイアログが表示されるので、グループの名前とグループの説明を入力して、OK をクリックしてください。以上で PRM パスクエリがパラメータグループに移動します。グループへの移動は必須ではありませんが、複数のクエリを作成する場合は、グループに移動してクエリを整理することが大切です。手順に、セルに入力されたパスのブックに接続する接続専用クエリを作成。それでは、次に、Excel ブックに接続するクエリを作成します。データタブをクリックして、データの取得をクリックします。次に、ファイルからをクリックして、Excel ブックからをクリックします。すると、データの取り込みダイアログが表示されるので、C ドライブのサムプルフォルダーを表示して、表示されるデータソース01ブックを選択してください。ブックを選択したら、インポートボタンをクリックしてください。すると、ナビゲーターダイアログが表示されます。ナビゲーターダイアログの上部に、青い帯の入ったアイコンの TBL サムプル01をクリックすると、画面右側にプレビューが表示されます。ここでのアイコンは、上部に青い帯があるアイコンがテーブルです。そして、青い帯がないアイコンがシートです。プレビューを確認したら、データの変換をクリックしてください。パワークエリエディターが表示されるので、クエリの設定ペインのプロパティグループにある名前を getSample01 に変更してください。名前はできるだけ短く簡潔にしましょう。そして、すべてのプロパティを開いて、説明欄にクエリの説明を入力しましょう。今回はテーブルに接続することが目的なので、接続フェーズだけで変換フェーズはありませんので、このままブックに接続専用クエリとして保存します。ホームタブをクリックして、閉じて読み込むをクリックします。閉じて、次に読み込むをクリックして、作成したクエリをブックに保存します。データのインポートダイアログが表示されるので、接続の作成のみをクリックして、OK をクリックします。クエリと接続ペインに getSample01 が追加されます。新規に作成したクエリは、その他のクエリグループに追加されます。そのままにせず、目的に応じたグループに移動することをお勧めします。移動する場合は、手順1をご確認ください。手順3。手順2で作成した getSample01 クエリのデータソースを PRM パスクエリに変更します。getSample01 クエリのデータソースを編集するために、クエリと接続ペインの getSample01 クエリをダブルクリック。または
Get Sample 01クエリを右クリックして、編集をクリックして、パワークエリエディターを開きます。パワークエリエディターのクエリの設定ペインの適用したステップの一番上にあるソースをクリックして選択してください。すると、数式バーにソースのステップを構成する数式コードが表示されます。数式バーには、このクエリが接続する Excel ブックのパスが、ダブルクォーテーションで囲まれたテキストとして保存されています。このテキスト部分を PRM パスクエリに書き換えたいと思います。数式バーのダブルクォーテーションからダブルクォーテーションまでを、ダブルクォーテーションを含めて選択してください。キーボードを必ず半角モードにしてから、キーボードの P キーを押してください。すると、P で始まる入力可能な候補がリスト表示されます。今回は PRM パスが選択されていると思います。選択されていない場合は、上下の矢印キーを使って選択してください。選択したら、タブキーを押して、リストから PRM パスを確定してください。ここはエンターキーでも確定できますが、Excel の数式バーでは、タブキーでないと確定できないので、タブキーを利用しました。この状態では、数式バー内にカーソルが点滅していると思います。エンターキーを押して、数式を確定してください。これでテキストとして保存されていたデータソースが、セルに入力されたパスをデータソースとして接続するようになります。最後に、ホームタブを選択して、フロッピーアイコンをクリックして、クエリを上書き保存してください。クエリの編集時は、フロッピーアイコンは上書き保存として機能します。手順4。接続専用クエリをテーブルにインポート。手順3で作成した接続専用クエリ Get Sample 01をテーブルにインポートするように変更したいと思います。クエリと接続ペインの Get Sample 01クエリを右クリックして、コンテキストメニューの読み込み先点々点をクリックします。すると、データのインポートダイアログが表示されます。一度作成したクエリのインポート方法の変更は、パワークエリエディターではできませんので、Excel のクエリと接続ペインから変更するのです。それでは、データのインポートダイアログの、このデータを、ブックでどのように表示するかを選択してくださいのグループから、テーブルを選択してください。データを返す先を選択してくださいのグループから、新規ワークシートを選択します。OK をクリックして、インポート先を変更します。すると、ブックに新規シートが挿入され、クエリの結果がテーブルとして展開されます。最後に、サンプルブックを移動して、セルのパスを書き換えて、実際に移動先のパスのブックを取得できるか確認してみましょう。C ドライブのサンプルフォルダーに保存してあるデータソース01ブックを適当なフォルダーに移動して、移動したデータだとわかるように、ブック内のテーブルを編集して、ブックを保存して閉じてください。次に、PQ0010 ブックの取得ブックパスのパスを、データソース01ブックを移動したフォルダーのパスに書き換えてください。次に、手順4で追加したシートに展開されたテーブルを右クリックして、更新をクリックしてクエリを更新します。移動先の編集したデータを正しく取得していますか？正しく取得できていれば成功です。いかがでしたか？セルに入力したデータを使って
クエリのデータソースを変更できると、クエリが一段と便利に利用できます。ぜひ覚えてくださいね。Excel の正しい使い方チャンネルでは、今後もシリーズやってみようを追加予定です。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録、いいね、ベルボタン設定をどうぞよろしくお願いします。さあ、やってみよう。